はい、こんにちは。アトリエネトラポートです。今日はシンプル簡単なトートバッグを作っていきたいと思います。もう早速ですが作っていきたいと思います。番組のタイトル下にですね、型紙ご用意してます。 URL からプリントアウトして、型紙を作ってください。本体と取っ手ですね。はい、で型紙の作り方はね、別の動画ご用意があります。そちらも番組タイトル下の URL ね貼り付けておきます。よろしくお願いします。はい、で型紙ね全部貼り合わせましたらですね、ここに今回はですね取っ手がつきます。こんな感じです。取っ手つきますので、ここカシメで今回は留めちゃう簡単な、付け方になりますので、カシメ台をつけますのでね、ここに、1番の番号の鳩目抜きで穴を開けておいてください。はい、そしたら、皮に当ててね、皮を取っていきたいと思うんですけれど、今回使う材料ですね、材料はですね、皮、まずこの本体 2mm の皮を使います。サイズは 38cm×59cm あれば大丈夫です。ちょっと余白ね残るぐらいの大きさで 38cm×59cm で、こっちですね、取っ手2本必要になるんですけど、取っ手はできればベルト用とかの厚いサイズ、すみません、厚い皮をご用意いただくといいかなと思うんです。 3mm から 4mm ぐらいのがあるとしっかりしてていいんですけど、ご用意できない時はですね、薄いのだったら貼り合わせてここぐるっと一周ね縫ってもらうか、あとは 2mm の皮でも大丈夫なので、2本分ですと 42cm×6cm あればちょっと余白もあってね切りやすかったりすると思いますのでご用意ください。はい、と、特別に用意するものは今回カシメの台ですね。カシメの台を4つ、色はねお好みのものをご用意してください。であと材料は、糸と、ね、お好みの色の糸、今回はね1縫いになるので全部外に糸が出ません。はい、なので糸と、あとはね処理剤、トコノール、小刃磨くのもトコノールで大丈夫だと思います。それだけご用意ください。あとね道具をご用意いただければ大丈夫です。はい、ではですね、これを実際に当てて、皮にね当てて型紙をまず写してください。今回はもうね1枚ごめんなさい取ってあります。 2mm の皮でこの大きさで取りました。はい、でちょっとねもうカットしてあるんですけど、カットする前にトコノールを塗りたいと思います。はい、でこっちがねベルト用の分厚い皮になります。はい、でねこう型紙を写した状態、まだ切ってません。はい、裏にトコノールをね塗っていきます。トコノールね、皮の目の練る方にね向かってこう塗っていきます。で塗りましたらですね、表につかないように注意してください。ガラスで磨きます。もう一度磨いてありますのでね、私はもう一回磨いて裏をピカピカにしたいと思います。はい、こんな感じで、はい、ガラスをかけました。そうしましたらですね、重たいものを乗せて、重しを乗せてですね、この皮を平らにしたいと思います。結構皮くるくる巻かれてロール状になってたりね、するとその丸まった癖がついているのでね、これ伸ばしてしっかり切れるようにしてください。重たいもの、雑誌とかを乗っけちゃっても大丈夫です。5分ぐらいはちょっと置いてください。もっと置いても全然大丈夫です。はい、そうしましたら切っていきたいと思います。はい、こっちですね、本体の方直線ばかりで今回ねちょっと切りやすいと思います。直線切っていただくんですけど、1箇所だけね、ここの切り方だけちょっと注意してください。はい、こっちからずっと包丁で入っていっちゃうと、角まで切ろうとするとね切り込みが深く入りすぎてしまうので、こういう角があるところ、直角の角は角から外へ切ってください。でここの真ん中あたりで角からこっちもね外へ切って、この辺で切り離せるようにするといいと思います。全部角から外へ切ってください。はい、4箇所ねあるので切りすぎないようにしてください。はい、このベルトの方もですねすごく分厚いのでカットちょっと大変だと思うんですけれど、もし貼り合わせる方はね4枚になってちょっと縫い合わせるっていう工程がね増えると思います。しっかりねカットきれいにしていただくと、もうそのままのラインでね取って、出てきますので、
カットしてみてください。はい、それではですね、本体と、ベルトのところがね、持ち手のところがカットできました。カットできましたらですね、やっぱりこのカーブのところがちょっと難しかったと思いますね。カットするのちょっと難しくて、カーブがカタカタになってしまった、はい、なんかうまくラウンドしてないとね、ちょっと気になります。はい、ここはドレッサーで綺麗にしてあげてください。一方方向にですね、削ってもらって丸みをしっかり出してください。カクカクねしてるところを削ってあげて丸くしてください。全部整いましたらですね、今度はへり落としをしていきたいと思います。もう表もぐるっと一周、裏もぐるっと一周へり落とししたいです。今回は3番のへり落としを使っていきます。ベルトの部分ですね、ベルトの部分持ち手の部分ね、ぐるっと一周と、あとはですね、本体もね、へり落としをする場所がこうなります。入り口の部分ですね、バッグの入り口の部分、ここも表も裏も両側してください。で、脇とマチの部分、ここはですね、中に縫い込んでしまいますので、今回はへり落としも磨きもしません。はい、でね、こんな感じでへり落としをね全部してもらって、綺麗に角が取れましたらですね、今度は磨きの工程に行きたいと思います。ぐるりと一周ね。へり落としもねなかなか難しいので、うまくいかなかった部分は紙やすりできれいに整えてあげるといいと思います。よく削れました。はい、角が取れましたので、今度もぐるっと一周ですね。トコノールで今回はコバを磨いていきたいと思います。綿棒にねちょっとつけてもらうか、指でも全然大丈夫です。指の方が塗りやすいよって方も多いと思うので塗ってもらって、はい、で乾かないうちに、全部乾ききらないうちにですね、布なんかで磨いてあげるととっても綺麗になります。で銀面、表面にはみ出してしまうとシミになってしまうので、それだけ注意してください。塗りましたら、乾いた布でですね磨いてあげます、ね、これで綺麗になりますので、ちょっと力をね込めて磨いてあげるとツヤが出てピカピカになってきます。で取っ手の部分ぐるっと一周ね2本分と入り口のところのね磨きをしてください。はい、それでは磨きの工程が終わりまして、持ち手のところね全部ぐるっと一周、表も裏もね、へり落としして磨きが終わりました。このね本体口の部分も磨きが終わりましたら、型紙にある取り付け部分ですね、この印を書いてここにね穴を開けてください。はい、今回はカシメ台を使いますので、カシメ台が打てる1番の穴あけポンチを使ってください。はい、でここにね穴を開けます。よいしょ、はい、穴を開けました。そしたらね取り付けてみようと思います。カシメですね、カシメ台になりますね。はい、今回ねこのカバンの上に見えるように取り付けようと思いますので、下から長い方をね入れます。はい、で上からね短い方でカチッとしてもらって、で打ち付けます。はい、反対側も一緒ですね。下から長いのを入れて、よいしょ、大丈夫ですね。たまに取って逆ににじってつけちゃったりねすることがあったりするので、それだけ気をつけてください。はい、取り付けました。はい、両側に取っ手がつきましたので、いよいよ
横を縫っていきたいと思います。まず裏返してもらってですね、ここですね。はい、このいっぺんにですね、両面テープを貼っていきます。片方だけで大丈夫です。で今貼るんですけど、穴を開けたらですね、もう一度これ剥がしてしまいますので忘れないようにしてください。はい、際に合わせてね、こう貼っていきます。はいね、貼り合わせていくんですけれど、ポイント一つ、ここですね、高さ、一番上のところの高さを合わせてください。ここがずれてると出来上がりの時にね、ずれてしまいます。高さをね合わせてください。はい、であとはね、一番合うところでこう合わせて貼っていってください。はい、そしたらここに 3mm の線を引きます。でもう1個ポイントですね、一番上を合わせる、ここ合わせるのと、あとここですね、今ね上になってる方と下になってる方の皮がね、今ぴったりちゃんと直角になってるので、このまま穴を開けて大丈夫なんですが、もしも下に重なってる方の皮が短いと、穴がきちんと開かなくて縫い込めなくなりますのできちんとここを揃えて貼ってください。上の皮が短い分はまだなんとかねなるんですけど下が短いと縫い込めなくなってしまいますので気をつけてください。そしたら 3mm の線を引きます。はい、3mm の線引けたので、今度は4番の節目位置で穴を開けていきます。一番上1目、この1目ね開けた分開けてください。はい、でこの状態でずっとね下まで穴を開けていきます。4番の節目位置持ってないよという方は5番を使ってもらっても大丈夫です。この下のところ、一番下のところですね、後で横に縫いますので、2目分ぐらい残しといてください。穴をね開けないでこのまま仕上げていきます。はい、で両側ね穴が開きましたらですね、一度こう両面テープを剥がします。この両面テープ不要になりますので、こんな感じでね全部取ってしまってください。両面テープ残ったまま縫ってしまうと、こう内縫いをね、表に返して広げた時にこう隙間から両面テープがね覗いてしまったり、あとはそこにねゴミがついて溜まってしまったりするのでね、必ず取ってください。はい、では縫っていこうと思います。はい、今回ねミニモです。ミニモで縫います。麻の糸でも大丈夫です。ロー引いてもらってね 4.5 倍取りました。針につけたら、今回一番上に来る口の部分に来るね、ちょっとだけ見えるんですけど、ここを上に引っ掛けたいと思いますので、1目目から入ります。穴開けた方から1目目から針を刺して、で前後の糸の長さを揃えます。そしたらですね、表から出てるものをぐるっと上に引っかかるようにしてもらって、同じ穴の裏から今度ね表にもう一度帰ってきます。上に引っかかるように、ここに引っかかるようにね通してください。そうしましたら、今度裏にもともとあった方の針も一緒です。この上のねコバのところをぐるりと通って表から裏に帰っていきます。で最後ギュッと引っ張る時なんですけれど、一番上に見えるところが2本になります。ここですね。糸がですねこうバッテンに重ならないように、こう並ぶか重なるかするととても綺麗に見えますので、調整をしてそれからこう引いてください。あとはいつも通りですね、縫い進んでいきます。一番最後もずっと縫っていただいたら最後ですね、3目今回は戻しましょう。3目戻します。はい、で縫い止めてください。反対側も一緒になります。どんどんね縫っていきましょう。はい、では両側がこんな感じで縫えましたので、いよいよこの一番下のまちのところをね縫っていきたいと思います。で
こなんですけど、ね、今こういう形なんですが、ここですね、ここに潰してもらって、はい、上側の長さとね下側の長さが合うかどうかねちょっと確認してください。はい、もしね上が長い状態でね穴開けちゃうと下に穴が開かなくなりますので、ね、こうグッと内に入れて、打とうと思います。まずここに 3mm の線を引きます。今ねディバイダー 3mm になってます。はい、こっち側とこっち側に 3mm の線を引きます。でここも4番で穴を開けていきたいと思います。ね、ちょっとだいぶ開けづらいところになるので、押さえるのがとっても大変だと思います。クリップがある方はクリップでね反対側こっち側を押さえながらこっちを開けるとかしてもらうといいと思います。最後のね重要なところになります。ちょっと力がいるのでグッと押さえてもらって、このねちょうど縫い合わせたところがねこう広がってるところになります。この際から穴を開けていきます。下の皮がねちゃんと短くないか確認してください。ここですね。よいしょ。もしこれでね穴が開いてなかったら、縫う時窮屈だったらね目打ちで開け直して全然大丈夫です。あんまり端っこまで開けちゃうと穴切れちゃいますのでね、このぐらいまで開けましょう。後ろもね反対側も開いたかどうか確認してください。今こっち側開けたので今度こっち側です。結構押さえてるのが大変なので、誰か手伝ってもらえる人がいたら是非押さえてもらってください。よいしょ。はい、裏側にもね穴が開きましたので、反対側も一緒です。はい、両側にねこう穴が開きましたので、ここを縫いたいと思います。縫う時はですねこの距離を測って今度は7倍取りたいと思います。でいつも通りローをつけて針に通します。で縫う時はですねこちら側からこっちに縫います。1目目はいつも通り二重にしまして、どんどんこっちに進んでいきます。でこのね真ん中を越えるところまではちょっと1回普通に縫ってみましょう。2個目の穴からね入って1目目を二重にしたいと思います。いつも通り縫っていきます。どの長さを合わせて表から1個ね左に戻ります。結構裏側の穴が見えなくてですね、新しく穴を作ってしまうということもねあるので、それだけちょっと気をつけてください。数が合わなくなります。はい、で結構飛ばしてしまってまた数が合わないとかもね本当にあるので、よく見てください。はい、それではですね端から真ん中のねちょっと手前まで縫えました。でここでね1回穴が終わっちゃってると思うので、ここに1個穴を増設したいと思います。はい、でさっき縦に縫ったところから1目、横に縫ってきたところから1目あたりのところにですね、はい、でこっち側反対側のこちら側に貫通するように穴を開けたいと思います。指だけ気をつけてください。目打ちでねグリグリグリっと開けてください。貫通しました。はい、で先っぽだけだと針が通りづらいので目打ち奥まで刺しちゃって大丈夫です。はい、こんな感じです。1個穴が丸い穴がね開いてますね。締め打ちじゃない穴が開いてます。はい、そしたらですねこっちを表にしてたんですけど、こっち表ですね。表をこの穴を使って反対側のこっち側にワープします。はい、ただワープしただけなんで、ここから次のねこちら側の新しい1個目の穴に入れます。これで
でいつも通り1目進んだ状態になりますので、進行と逆に引っ張って、でこっちは裏側いつも通り1個進みます。裏からね、これで通常1目進んだ状態になってます。はい、でもちょっとこれだとあれなので強度を少し上げたいなと思います。すいません。表に出ている針ですね、ぐるっと一周していきたいと思うので、さっきのワープの穴を使います。で1個目のところを変えてもらって、よいしょ。で今ねぐるっと一周これでしてまた同じ穴から表から帰ってきました。はい、なので裏側も同じくぐるっと一周したいと思います。ここ戻ってワープの穴を使って、ここ針が通しづらかったら、ペンチを使って針をね抜いてください。はい、この状態で表も裏もぐるっと一周してきて、ここがね二重二重になってます。あとはいつも通り最後まで縫ってもらって、3つ戻りましょう。3つ戻って縫い止めです。はい、こんな感じに縫い上がりました。まだね裏側なので、もうちょっと最後のねひっくり返すところが残っています。はい、ではいよいよひっくり返していこうと思います。結構大変です。手に汗かいちゃうと思います。で、中に手を入れたりするので結構爪が当たったりするんですけど、爪で引っかいちゃうと銀面に、傷が残ってしまうので気をつけてください。なんかこんな感じでどんどん中にしまっていく感じで、ちょっと揉みながら返してあげます。初めてひっくり返す方は硬くて結構びっくりします。本当にひっくり返るんですかって、唖然とされる方もいるんですけど、大丈夫です。ちょっとずつちょっとずつ、途中とってもしわくちゃになって、なんだろうこれはってなると思うんですけど、よいしょよいしょ、ちょっとずつ入ってくるんですね。銀面に傷がつかないように人によってはねゴムの手袋をする方もいます。傷がねつかなくて手も滑らなくてねやりやすいと思います。はい、きました。どんどんね中にしまっていく感じですね。よいしょ。こんな感じになってきました。不思議なバッグに。皆さんも頑張ってください。最後の最後。はい、じゃあもうちょっとですね。7割出た感じですか、8割出た感じですか。はい、でちょっとずつ角をね外に出していってあげてください。優しく出してあげてください。あんまりギューッと奥から、押し出しすぎちゃうと今度縫ったこの縫い目切れちゃいますので、ちょっとソフトにちょっとずつ出してあげてください。どこまで大丈夫かちょっと相談しながらね、皮と。よいしょ。優しくねゆっくり出してあげてください。もうちょっとでそうです。よいしょ。
使ってるうちにね、どんどん角もねふんわり決まってくると思います。よいしょ。あんまり無理をして出しすぎないようにしてください。こんな感じで、はい、ちょっとね形を整えてあげてください。少し返す時にね揉むので少しシワができるんですけど、それもね味ですね。はい、こんな感じでバッグが出来上がりました。シンプルでねとても持ちやすいバッグだと思います。いろいろ中にポケットをつけたりですとか、あとねこの取っ手の付け方をアレンジしてぜひオリジナルのバッグを作ってみてください。皆さん完成しましたか？おめでとうございます。動画の方気に入ってもらいましたらチャンネル登録や、いいねボタンよろしくお願いします。お疲れ様です。